はようございます。今日はフィンランドに来て2日目の朝、簡単に朝ごはんを済ませて用事の時間まで編集を進めていきます。このトッポは妹ちーちゃんからの選別です。大切に取っておきたかったのに2日目で我慢できませんでした。トラムに乗って本日の目的地まで。今そこのスーパーマーケットでコーヒーをカフェラテを初めてゲットしました。いやー、すごい店員さんがめちゃくちゃ優しくて、チョコレート欲しいって言ってチョコレートもつけてくれました。そしてとっても美味しいです。今から内見の高校の一つのお家に向かいたいと思います。楽しみ。用事を済ませてちょうど近くにあった噂のこちらにやってきました。日本人観光客が多いからか日本語での案内もありがたいです。ビュッフェスタイルで野菜をふんだんに使った色とりどりの料理にワクワクします。もちろん食器はマリメッコ、かわいい。メインを2つから好きな方を選べました。このパンケーキ素朴な味で美味しかった。その後はもちろんマリメッコのショップもチェック。ヘルシンキの街中にもたくさんマリメッコのお店はありますが、やっぱりここは段違いに品揃えが豊富でセールの商品も多い印象でした。服やバッグなどの他にも食器や雑貨、マリメッコ柄の生地など商品の種類もたくさんで、マリメッコ好きならばぜひ一度訪れてみていただきたいお店です。今日は曇り空だけれど空気はカラッと乾燥して過ごしやすい気温。ずっと訪れてみたかった場所についに来ました。ヘルシンキ中央図書館、通称オーディです。オーディとはフィンランド語で唱歌という意味で、フィンランドの文化、言論表現の自由、平等、民主主義への唱歌を表現する思いが込められているそうです。2019年度のパブリックライブラリー・オブ・ザ・イヤーに選ばれて、世界一の公共図書館として人々に知られました。私も少しここで作業していこう。地元の方も観光の方もそこを訪れる人たちがそれぞれ思い思いに過ごしていて、図書館のような公園のような雰囲気が心地よいです。これでなんと夜の8時です。感覚がおかしくなりそう。さっきオーディというヘルシンキの有名な図書館に行ってきて、日本のランゲージカフェコミュニティがあるってちょっと小耳に挟んだので、受付の人に聞いたらちょうど今やってるよって言ってくれて案内してくださって、でそこで会ったもう日本語ペラペラなフィンランド人の方が一緒にスーパーマーケットまで来てくれて教えてくれたフィンランドのおすすめのスナック、サワークリームのポテチと、あと安くて美味しいグリークヨーグルト系の固めのヨーグルトとツナの水煮と、あとこれが飲むヨーグルトです。今日はちょっともう実は時間がもう9時38分で遅いので、ヨーグルトとポテチとあと残ってるフルーツを食べて編集を進めて寝たいと思います。
朝、目的地までの道中、湖畔で偶然見つけたカフェでカモメたちにシナモンロールを狙われながらも気持ちの良いテラス席で朝ごはんを楽しみました。ちょっぴり風が強いけど。今いるパシュラというエリアから町の中心地までは歩いて1時間。お散歩が気持ちよくてあっという間に到着です。こちらのサーモンスープの噂を聞きつけてやってきました。1867年創業のカッペリはその建築も美しくて、その場にいるだけでいい気分。具沢山のサーモンスープは大きな器に好きな分だけよそうことができます。サーモンもじゃがいもも柔らかくホクホクで優しい味わいにお腹も心も満たされました。天気もいいので周りをのんびりお散歩して帰ろう。あれは有名な観覧車サウナではないでしょうか。サウナもいいな。でもこれからここに住むことだし、サウナ発祥の地フィンランドでの初サウナはせっかくだから歴史あるパブリックサウナがいい。街を散策しつつ気になっていたパブリックサウナへと向かうことにします。ヘルシンキ大聖堂は改修中でしたが、空の水色と建物の色とがよく似合う。国旗にもあるようにフィンランドは青と白の色合いがとっても綺麗な国です。街歩きをしながらやってきたのはこちら、コティハルユサウナという1928年に建設されたフィンランド最古のパブリックサウナです。木を燃やして温める伝統的なストーブを使用していて、柔らかな熱気を楽しめます。カラオケ見えるかな。風の音があれかな、もしかしたらうるさいかもしれないんですが、いやーめちゃくちゃ良かった。サウナがもう本当にサウナがすごく良すぎて、フィンランドに来て初めての公共サウナに行ったんですけど、入ったらまず日本人しかいなくて、そのフィンランドの公共サウナになんと日本人4人っていう状況だったんですけど、やっぱりサウナっていう環境、そしてフィンランドという国にいるっていうことによってすごいなんて言うんでしょう、心がサウナってそういう効果がね日本でもあるかなと思うんですけど、なんかいつもだったら話さないようなこともそのサウナの中では話せたり、いろいろもうちょっと心を開けたりとかして、なんだか仲間に会えたような気持ちになってとっても嬉しかったです。フィンランド生活今日で3日目、到着して昨日2日目で3日目で、昨日ちょっと日本人の方々とシェアハウスというかのお家を内見したりもしたんですけど、今回の私の目的というかやりたいことってなんだろうっていうのをさっきの長いお散歩でやっぱり考えてたら、私はそのフィンランドの暮らしを見たいというか体験したいと思ってここに来てるので、まず最初はそのフィンランド人の暮らしに混ぜていただくっていうことをしたいなと思ったので、ワーカーウェイという、制度を使ってちょっとホストファミリーを見つけたいなと、その私をお邪魔させてくれるお家を探したいなと思います。それまでエアビーにいる期間あるんですけど、その間はヘルシンキだったり、この首都の方を堪能して、それから田舎の方に行ってフィンランドの田舎暮らしを見て感じて体験していきたいなと思います。
いやー、サウナ良かった。もう明日から私のサウナ巡りが始まりますいろいろ情報も聞けたので、明日はもし空いてたらみんなフィンランド人のそれぞれが持ち寄ったもので作られているサウナがあって、本当に無料らしいんですけど、料金とかもフリーダムなサウナに行ってみたいなと思います。いやー、よかった。気持ちよすぎる。めっちゃ安かったです。そして今日も京都でカレリアンピーラッカを買いました。気になるパスタがあったので試しに買ってみました。トマトペーストの具が入っているかと思いきや、味がほとんどしないので、スープとかに入れたりソースに絡めて食べるのがいいかも。生活はたくさんの実験と失敗、玉の成功の繰り返しですね。おはようございます。実はあの後しっかり風邪をひいてしまって、数日間家でのんびりしていましたが、随分体調も回復したので、今日は気になっていた場所へお出かけをしようと思います。いつもの自分のルーティンを取り戻そうと、日本から持ってきた抹茶で抹茶ラテを作ります。どこにいても誰といても自分の軸みたいなものは持っていたいなと思う最近です。たおやかな軸は大きく揺れることはあれど、折れずにまたまっすぐ空に向かって伸びるようなイメージ。ほど遠いですが、イメージし続けることが大切、きっと。大好きな友達からもらったガラスのイヤリングをつけて、ヘルシンキでは HSL というアプリで公共交通機関のチケットをゲットします。メトロもトラムもバスも統一でゾーンごとに分けられていて、今の AB ゾーンだったら買ってから80分は1回のチケット代で乗り放題。今のところ使いやすく感じています。冷えたらハティのフリーマーケットにやってきました。夏の時期の週末に開催されているこちらの飲みの市、イッタラやアラビアなど気になる北欧ヴィンテージ食器たちがたくさんで目移りしちゃいます。アラビアの片口マグ、抹茶を注ぐのに良さそうです。ほとんど現金しか使えず、街で換金所をあまり見かけないので、ここでお金を使う分は空港で換金しておくことをおすすめします。疲れたので休憩しつつ、屋内の飲食店もちらりと散策。ここでランチをするのも良さそうですが、散策はまだ始まったばかり。次の目的地へ向かいます。冷えたらハティのマーケットから歩いてすぐ近くにあるこちらのセカンドハンドショップ。雑多な雰囲気でいろんなものが売っているけれど、よくよく見てみると中には北欧食器もちらほら。しかも結構お手頃な掘り出し物があります。
さてもう一軒、近くに気になるお店があったので寄っていきます。好みな北欧ヴィンテージ食器たちが所狭しと並んでいて、眺めるだけでワクワクします。北欧ガラスって色が本当に綺麗。もちろんアラビアなどの陶器もたくさんあります。ちょうど店内に太陽の光がたっぷり差し込む時間帯で、北欧ガラスたちがキラキラと輝いていて、とっても綺麗。自然界から着想を得て作られたイッタラのグラス。北欧暮らし始まりの記念と自分に言い訳をして、早速こちらを一つお迎えしてしまいました。優しい店主のおばさまも魅力のお店です。さて散策は続きます。このお店も気になるし、通りがかりに滞在中必ず行きたいお店も発見しました。ここは映画を見直してから楽しみにじっくりと伺うことにしています。かもめ食堂で思い出してアカデミア書店にも来てみました。アルバ・アールト設計のこちらの書店、カフェアールトも映画の聖地巡礼散歩で絶対に利用したいなと思っている場所です。今日はちらりと下見程度で我慢、お楽しみにです。その後も街をブラブラと散策して、アンティークショップやセカンドハンドショップ中心に見て回りました。こちらはチェーンのセカンドハンドショップ。北欧食器はそんなにないけれど、洋服から本、家具までたくさんの商品たちがかなりお安く手に入るので、掘り出し物を見つける楽しさがあります。こちらのトートバッグはなんと1ユーロ。北欧とは関係ないけれど、好みの古物との出会いは一期一会と、また言い訳してゲット。ホクホクで家に帰ります。見てください。今イッタラのグラスを開封して洗って使おうと思ったら、中にじゃじゃん、わー、これはチョコレートかな、キャラメルかな、なんだろう。でもフィンランドの人たちカフェでコーヒーとかを買うといつもチョコレートを1個くれるので、こういう文化が、おまけの文化が根付いてるのかなと思います。こういうのすごい嬉しいですよね。食べたい。なんだろうこれ、ミルクファッチ、キャラメルかな、飴かな、なんだろう。いただきます。キャラメルみたいな砂糖菓子でした。めっちゃ美味しい。キャベツと、ハムとマッシュルームとニンニクでパスタを作ります。本当はお肉ベーコンとかがいいんですけど高いので、多分ターキーのわかんないですけどハムを使ってパスタを作ろうと思います。本当はね、玉ねぎ使いたかったんですけど切れてたのを忘れてたので、たっぷりのキャベツを使いたいと思います。ニンニクとありものの野菜とキノコ、ベーコンなどを炒めて、あとはだしと醤油で味付けすれば超簡単美味しい和風パスタができるのでおすすめです。早速今日買ったグラスを使ってみます。作りすぎたかも。お腹ペコペコで大量に作りすぎましたが、
まあ大丈夫でしょう。今日買ったフィンランドのいちごをちょっと食べながら最近買ったものとか最近の話をしようかなと思います。まずフィンランドのいちごって世界一甘いって言われてるらしいんですけど、日本も負けてない普通に美味しいけどそんな世界一甘いのかな。美味しいです。でも日本も負けてない買ったあれかな、種類かもしれないけど、フィンランドは夏の短い時期に旬を迎えるらしいんですけれども、日が長いんですね、フィンランド夏が。なので長くて暖かい日と涼しい夜の組み合わせが甘いいちごを育てるのに適してるって言われてるらしいです。だから世界一甘いっていう風に言われてるのかな。でもすごいフィンランドやっぱり物価がめちゃくちゃ高くて、パック1個、結構入ってはいるんですけど、このお皿2個分ぐらいかなで、どれぐらいだろう、 6.95 ユーロなので 6.95 ユーロは日本円で1197円、1200円です。高い。そうなんです。フィンランド物価めちゃくちゃ高くて、外食するとしたら本当に 2,3000 円、普通の本当ファストフード店でもそれぐらいな感じになっちゃうので、なるべく自炊をして過ごしたいなと思っています。で、今日買ったこのイッタラの優しい店主のマダムに教えていただいて、イッタラのケッケリっていう種類らしいです。ケッケリとはパーティーを意味します。表面は木肌のような風合いで縦に伸びる模様がデザインされていて、上は丸く、下のステム部分は木の幹のように太くなっています。そう、なんかこれ見た時に氷っぽいけどちょっとなんか木っぽさもあって、なんかすごくフィンランドらしいなというか、森感がすごく伝わってきて、なるほど、だからそう感じたのか。すごい素敵だなと思って、思わずまだまだ滞在する期間長いはずなんですけど、こんな重いものを買ってしまいました。20ユーロだったので、だいたい日本円で3445円なので、割とお手頃に手に入れられたのかなと思います。フィンランドは水道水がとってもおいしいので、問題なく水道からガブガブ飲める国です。で、あともう一個セカンドハンドショップで、ちょっと全然関係、本当はマリメッコのトートバッグが欲しかったんですけど、ちょっと、20ユーロから30ユーロぐらいまでして、ちょっと今日はこれを買ったので我慢と思ったら、他のセカンドハンドショップでこんな感じのデザインのトートバッグ、これ1ドルで売ってたので、トートバッグは何本あっても困らんでしょうということで買ってしまいました。ちょっとところどころ汚れはあるんですけど、洗って、全然問題なく使えるかなと思います。エコバッグとかちょっとお出かけ用バッグとして使いたいなと思います。かわいい、このなんかちょっと天文学っぽい感じのデザインがすごいお気に入りです。で、あと最近買ったものシリーズ、最近買ったものでもこの今日買ったのとこれと、あとこのポストカードの3つぐらいですね。なるべく物増やさないように最初のうちはしようと思っていたんですけど、これ見えるかな、後で映そう。買いました。これフィンランドの首都ヘルシンキにはカンピっていうスーパーマーケット場所があって、その中になんと我らが無印良品が入っているんですね。もう本当そこに行くだけでほっとするような感じなんですけど、でそこの
中にフィンランドのいろいろ工芸品というかなんか物を売ってるエリアがあって、その中で見つけたポストカードです。これなんかプールがあって太陽があって日光浴してる人がいて、風景がすごいフィンランドっぽいなと思って、いいなと思って1枚ゲットしました。2ユーロぐらいだったかな。何でもかんでも割高ですね、本当。まあでもこういうものとかすっごく可愛いので、本当に自分が欲しいと思ったものを厳選して、手に入れていきたいなと思います。でちょっとお気づきの方もいるかもしれないんですけど、若干鼻声でちょっと前にサウナに行ったんですけど、その後にしっかり風邪をひきまして、熱を出しましてちょっとその名残で鼻声なんですけど、だから引っ越しますっていうご報告のビデオのナレーションを撮ったのも昨日だったので、ちょっといつもの本調子じゃない鼻声な感じも乗っかっちゃっているんですが、たくさんのコメント本当にありがとうございます。もう本当に温かい気持ちに見守ってくださってる方がたくさんいるんだっていう気持ちになって、本当に心強いなと思ったし、皆さんに少しでもこのフィンランドの空気とか、あとはときめくものとかことの情報を、皆さんがもしここに来た時に楽しんでいただけるような情報を、あとは来なかったとしてもちょっと海外にいるような気分に、また違う風を感じていただけるような、でも深呼吸して落ち着けるような動画を作り続けていきたいなと改めて思いました。本当に皆さんコメント、高評価とか足跡を残してくださって、見にいらしてくださってありがとうございます。異国の地で来て早々3日目ぐらいかな、熱出たの。多分東京がとっても暑くて、こっちが意外と寒い夏で、今年が寒い、天気が悪い夏らしく、意外ともうダウンとか極暖のヒートテック上下着る日とかもあるくらい寒くて、その寒暖差と、環境の変化にやられて熱を出しましたでも、日本から持ってきた解熱鎮痛剤で対処できたのでよかったです。でもその時本当にここで病院行くわけにもいかないし、来たばっかりで誰も頼る人がいなくて風邪をひいて、こんなの健康体の基礎疾患がないからこそ言えることかもしれないけど、また一つこれも経験と思って、もうちょっと自分のその体の変化とかに敏感に、感じ取れるように感覚を鋭くして生きていきたいなと、暮らしていきたいなと反省しました。思いました。学びました。あと最近思ったこと、ちょうど昨日フィンランド人の友人が今いる場所の近くで育った人なんですけど、その人にここら辺のエリアを歩いて紹介してもらったら、私が今いるエリアとは反対側の駅を挟んで、今パシラっていうところにいるんですけど、反対側の方を案内してくれて、そっちには本当馬がいたり本当にすごいフィンランドらしい森が広がってたりして、私が今いるエリアはちょっと殺風景な感じで、あんまり雰囲気がフィンランドっぽくないなと思ってたんですけど、やっぱり人に案内してもらって、ここで育った人がお気に入りの場所、いい場所だよって言って、フィンランドのセントラルパークなんだってちょっと冗談っぽく言ってたんですけど、案内してもらってめちゃくちゃいいなと思いました。本当にやっぱり自然だったり、もちろん環境からもらうエネルギーってあると思うんですけど、やっぱり一番は人から、その人のとっておきだったりおすすめを教えてもらうっていうことが、もういかに尊いかっていうことを昨日思いました。なので恐れずに、もっと人と関わって話していきたいなと、英語力ももっと上げたいし、
って感じた昨日でしたね。すっごくいい一日でした昨日、はい、っていう話です今回はこんな感じにしようかな。また街だったりちょっと離れたタンペレとかコトトゥルクとかにも足を伸ばしてフィンランドらしい風景を切り取っていけたらいいなと思うので、皆さんが見たい場所とか知りたい情報とかもしあったらフィンランドの、情報とかあったらコメント欄とかで質問いただければちょっとできれば動画に盛り込めればなと思います。でもうちょっと私もフィンランドのそのいろんな情報に詳しくなった詳しくなったらQ&A とかそういうなんかおすすめスポットのまとめとかも作れたらいいなと思ってるので、何かその時のストックじゃないですけどしっかりメモしておきますので、知りたいこととかあったら皆さんお気軽にコメントに書いてくださると嬉しいです。皆さんからいただくコメントが本当にこの遠い地で一人暮らしをしている私に私の心にとっても染みますのでぜひぜひ何でも。東京は今暑いです、どうですかそっちはっていう、本当にそれだけっていうかそれだけじゃないですけど、何でも嬉しいのでぜひコメントお待ちしております。高評価ももちろんぜひお待ちしております。チャンネル登録ももしされていない方がいたらフィンランドの景色をこれからも素敵な情報をお届けできればなと思うので、チャンネル登録してお待ちいただけるととっても嬉しいです。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。東京は暑いと思うのでどうかお体に気をつけて。日本の夏もいいですよね。音だったりあとは食事だったりいろんな方法で量を取りながら、どうかお体にお気をつけて日本のそれぞれの夏を楽しんでください。